ここで今読んでもらって生のリアクションを取ってもらおうかなっていう、うちらもこういうことしてた。そうね。でもすごいですね。これリールストーリー。1億人1人のミラクルみたいな。シェナーということで、皆さんこんにちは。二人パパのみっつんとピカです。はい、ということでちょっと久しぶりのトーク動画ですね。そうですね。こっちの家になってからトーク動画初めてかな。まあそうね。ライブとかそれはやってたけど、そうだね。動画は初めてだね。今日は久しぶりにトーク動画を撮りたいと思います。で、今日の話題はですね、サムネにもあるように紹介したい本があるんです。で、二人パパチャンネル始めた当初ぐらい3回ぐらい僕動画を撮ったんだけど、やっぱその僕ら二人パパがおすすめする絵本っていうシリーズを3本ぐらい出したのかな。で、いろいろ反響はいただいてたんですけど、なんかその後バタバタしていてやっていなかったんですけど、最近ちょっと面白い絵本を見つけたので、ぜひご紹介させていただければなと思ってます。でもね、実はリカはまだ読んだことないんだよね。そんなことない。そうだからちょっと話かわからない。そうだから今日はここで今読んでもらって生のリアクションを取ってもらおうかなっていう、すごい難しいことをしますけど、大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ということで今日ねご紹介する本はということで今日ねご紹介する本は、ちょっと僕らiPad 版電子版ではあるんですけど、こちらちょっと見えるかな、 Our Subway Babyということで、日本語で言うと何て言いますか、リカルドさん？地下鉄ベイビー地下鉄ベイビー。そうね、実はこれまだね日本語に翻訳はされてなくて英語版なんですよね。多分ね去年の、ちょうど1年ぐらい前にアメリカで出版された本なんですけど、どんな本かっていうと、先に言っちゃうとね、ニューヨークの地下鉄で残されていた赤ちゃんがねいて、でその赤ちゃんを見つけたのが、ある男性で男性のパートナーがいて、たまたま地下鉄で見つけた赤ちゃんの話なんですね。そうでその発見した方が養子に迎えるっていうお話なんですね、ということで、多分ね日本語的に言うと僕らのサブウェイベイビーみたいな、僕らのサブウェイベイビーっていう感じになるのかなとは思うんですけど、それをちょっと今リカパパに一回読んでもらって、もう本当子供向けの絵本なのでパパって読めると思うので、英語版出してちょっと読んでもらおうかなと思います。どうぞ。今読んで、これシュッてやるとできるから。僕らのサブウェイベイビー。可愛いよね。でもね、絵はとても可愛い。すごいニューヨークサブウェイの雰囲気だよね。雰囲気ですね。アメリカはサブウェイっていう。アメリカはサブウェイっていう。アンダーグラウンドは UK。そうだね。アンダーグラウンドとかチューブは UK だね。赤ちゃんの見つかりましたね、サブウェイで。Call the police ちょっとこの走ってる姿可愛いなと。可愛いね。うちらもこういうことしてたね。そうね。How to take care of baby. I have become a university student now. この赤ちゃん？これずいぶん前の話ですね。そうだね。じゃあその時はまだまだその同性カップル、子供を持つ同性カップルはそんなにたくさんではなかったかな。まだアメリカでも同性婚が認められてない状態だからね、この赤ちゃんを見つけた時は。どうでしたか、リカルドさん、この本？とても面白かった。本当？すごいおすすめです。そう、なんかこの本は本当に実際にニューヨークの地下鉄で自分の家族を見つけたある赤ちゃんとゲイカップルの実話ということで、この2人が実際にその自分たちの子供に読み聞かせというか、ずっとどうやって僕らが出会ったかっていうのを子供の時から言い聞かせてたんだって。でそれを改めて絵本にしたっていう話なんだけど、なんかやっぱりさ、俺一番すごい印象的だったなっていうのがさ、
この判事の人、判事ってジャッジだから判事だよね多分ね、裁判所の、の人がさ、なんかこういろいろオファーをしてくれたわけでしょ、あなたたちどうみたいな、この子を引き取るつもりはあるのみたいな、あるっていうことを聞いて、でもなんかこの2人も実はしたいけどなんかまだ自信がないみたいな、いうこうリアクションでいたけど、この判事の方が言ったのが Where there is love, anything is possible、っていうのがすごいなんかそうだよねってすごい思いながらこう読んでたけどね。日本語でなんて愛さえあれば何でもできる。何でもできるどうですか？あれば何でもできる。まあそれ正しいね。そうね、そうだね。だからこの時代になんかきっと18年か19年か、20年ぐらい前と思ってればいいよね。20年ぐらい前だったらそんなにいなかっただろうね。子供育ててるゲイカップルとか今でこそだいぶ増えてはきてるけど、あったけど、そんな最近増えてそうだね。とても綺麗な絵ですごい可愛いなと思うんだけど、これしかもなんていうのかな、子供に読み聞かせるのにすごいいいなと思うんだよね。こういう形で家族になっていく人たちもいるよっていうこともあるだろうし、あとやっぱりそこが同性カップルでもそうやって親になっていけるんだよっていうのがなんか特別大変なことでもなく、そういう周りのサポートがいっぱいあって応援してくれる人がいっぱいいて、そういう、プロセスになって結果になってっていうのが見えるから、すごい子供が読んだらいいかなって思うし、自分が子供だった時にこういう絵本だったらよかったのになって思ったりするような本です。この本はですね、まだ去年多分出版されたばっかりなんですけど、まだ日本語版がないということで、なんかちょうど今クラウドファンディングをしていて、この本の日本語版を出版したいということでクラウドファンディングをやっているそうです。で、僕もいつもねこの前の絵本紹介シリーズでもやったんだけど、その時は2人ママの家でっていう絵本、それも翻訳本だったんだけど、それも確かねクラウドファンディングで達成してやっぱり読みたいっていう方がいっぱいいて、そのプロジェクトが実施されることになったっていう形で、やっぱりこう世界中にはすごいたくさんいろんないい絵本がいっぱいあるんだけど、それを翻訳して出版するとなると翻訳ってすごい大変なんだって。お金もかかったりとかいろいろ大変みたいで、なかなかその採算が合うようにできないことが多いらしいんだけど、クラウドファンディングだともうやっぱり読みたい人が先にいるっていうのが分かってるから出版ができる、ようになってるみたいで、なんか僕もいつもそういうのがあるとぜひ応援したいなと思って言ってるんだけど、今回特にやっぱりゲイパパのね話っていうのもあってもう本当に応援したいなと思っています。で、僕ら大体ねやっぱ海外に住んでたりしてこう日本でやってるプロジェクトだとなかなか送ってもらうのが大変なので、いつもね電子書籍版とかそれをそのクラウドファンディングが達成するとその寄付したお金が引き落とされて、でこう電子書籍をダウンロードできるリンクが送られてきて、こうやって iPad とかで読めるみたいな感じなんですけど、それ以外にも本当に書籍が直接本の紙の書籍が送られてくるプランもあるし、あとはそのいろんなプランによってはそのオンラインイベントとかに参加もできるようなので楽しみにして、ちょっと僕もどれか選んで、やっていきたいなと思っています。なのでぜひ皆さんもね概要欄の方にリンクを貼っておくので、ぜひそちらの方を見ていただいて、応援していただけたらなと思います。やっぱ2人パパもたくさんの方に知ってもらうことでこう勇気が湧いたとか、なんかその特に若い子たちがなんかちょっと希望が出たみたいなことを言って、いただいたりとかしてすごい嬉しいんですけど、やっぱりそれだけじゃなくていろんなパターンのいろんな形の家族っていうのが見えた方が
いいんじゃないかなと思うし、特にやっぱちっちゃい子もねこれ読める本なので、ぜひお子さんがいらっしゃる方とかはねぜひ応援していただいて本をお求めいただけたらなと思っております。でもすごいですね。これリールストーリー。そう、本当になんか1億人1人のミラクルみたいな、とてもいいストーリーだね。そうだよね。しかも、ニューヨークはやっぱり都会だしゲイの人も多いかなとは思うけど、それでもやっぱりどうやってもマイノリティはマイノリティだから、その中で彼が見つけて引き寄せられてというか、その運命というか、その本の中にも確かフェイトっていう言葉があったと思うんだけど、やっぱりそういうのを感じて引き寄せられて、でお互いにそれを求めて、で周りもすごいサポートしてくれてっていう状態の話っていうのがとても本当に心温まるし、今言ったみたいにすごい確率ですごい奇跡だなと思うので、とても感動する絵本になってます。ぜひ皆さん手に取って読んでいただけるように応援していただければと思います。今日はそれぐらいかな。今日すごい短い動画にします。これぐらいです。そうまたこれ以降もね、僕らもあと息子くんに読んでるね本とかもあるので、また今後もねいろんな絵本を紹介していけたらなと思っています。なんか紹介した本今思い浮かぶ？数学のすっごい誰も興味ないかもしれない、誰もってことはないかもしれないけど、なかなかみんな俺はついていけないからねでもまた楽しい話をねしていけたらなと思っています。ということで今日はこれぐらいですかね。はい、ということで今日の一人パパの動画はこれまでになります。皆さんチャンネル登録や高評価ボタンぜひよろしくお願いします。誰か来た。はいどうぞ。何を見つけた？ポニョ見たいの？ポニョは今度じゃあ週末に一緒に見ようね。 OK だってドア立て付けが悪いから開かないんだよね、あそこね。鍵閉めてるわけじゃないんだけど、ちょっとフィックスしてそうねということで今日は漫画でもスーパーヒーローストーリーとかも紹介したい。ごめん。それはあなたの好きなやつね。そうね。ということで今日はこれで、おしまいです。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。ごきげんよう。ヘイロー。ヘイロー。よいしょごめん、うるさかったねもう始まった。もう始まった。久しぶりだよね。シちょっと待って、一緒にやろう。せーの、シェナー。ということで皆さんこんにちは。二人パパ。